ゆっくり解説。なぜ彼は自ら幕を引いたのか。田宮二郎、タイムショックとともに駆け抜けた壮絶な人生と名作戦。こんにちは、レイムです。マリサだぜ。ねえマリサ、昭和の俳優さんって、個性的でかっこいい人が多いけど、中でもクールで完璧って言葉が似合うのは誰かしら？それなら間違いなく、田宮二郎だぜ。180センチの長身に甘いマスク、そして知的な雰囲気。ドラマ、白い巨頭の財前五郎役は、まさに彼のハマり役だったよな。ああ、財前教授。野心家でかっこよかったわね。クイズ番組の司会もやってたっけ？そう、クイズタイムショックだな。でも、そんな栄光の絶頂にいた1978年、彼は幼獣自殺という衝撃的な方法で、自ら43年の生涯に幕を下ろしたんだ。そんな、どうしてそんな悲しいことになっちゃったの？その謎は、彼の完璧主義な性格と、スターゆえの孤独にあったのかもしれないぜ。今日は、田宮二郎が命を削って演じた傑作映画とドラマを振り返りながら、その壮絶な人生を追っていくぜ。華やかだけど切ない、タミヤさんの生き様。しっかりと目に焼き付けるわ。第10位。映画、黒のテストカー、1962年。それじゃあ早速、第10位から見ていくぜ。田宮二郎のニヒルな現代劇スターとしての地位を決定づけた、1962年の映画、黒のテストカーだ。黒のテストカー。なんだか不穏なタイトルね。これってどんな映画なの？これは大映が制作した、黒シリーズの記念すべき第一作目なんだぜ。自動車メーカー同士の熾烈な産業スパイ合戦を描いた、ハードな社会派ドラマなんだ。産業スパイ？なんだか難しそうだけど、タミヤさんはどんな役どころなの？タミヤ演じる主人公の朝比奈は、タイガー自動車の企画一課の社員だ。日本初のスポーツカー、パイオニアの発売を控えて、ライバル社のヤマト自動車との情報戦に巻き込まれていくんだが、ここでのタミヤの演技がとにかく非常で冷徹なんだぜ。非常って、仕事熱心ってこと？それとも悪いこともしちゃうの？悪いなんてもんじゃないぜ。上司である小野田課長と共に、会社のためなら手段を選ばない戦略に出るんだ。その最たる例が、ライバル社の新車価格情報を手に入れるために、なんと自分の恋人である雅子を、敵の企画部長である真渡りに近づけさせるシーンだ。ちょっと待って、近づけるって、まさか。そのまさかだぜ。情報を聞き出すためには、彼女が相手と関係を持つことさえも示唆して送り出すんだ。会社での勝利のために恋人さえも道具として利用する。まさに、企業戦士の狂気を描いているんだぜ。うわぁ、自分の彼女を他の男に。嘘でしょ、最低すぎるわ。でも、そんな冷酷な役を演じきれるなんて凄みがあるわね。そうなんだ。彼らは手段を選ばぬ戦いの末に勝利はするんだが、そこには達成感よりも深い虚無感が漂うラストが待っている。人間としての何かを失ってしまった男の悲哀。これが後のタミヤ二郎の影のある魅力につながっていくんだぜ。第9位。映画、女の勲章、1961年。第9位は、1961年公開の女の勲章だ。この作品は、タミヤ二郎が日本一のプレイボーイそして野心的な男としての地位を不動のものにした、初期の傑作なんだぜ。プレイボーイってことは、女性にモテモテの役だったの？タイトルはなんだか立派な感じがするけど、モテるなんてレベルじゃないぜ。舞台は大阪千葉のファッション業界だ。京町子演じるデザイナー大庭典子が服飾学院を設立するんだが、タミヤ演じるマネージャーの八代銀四郎は、その詳細で学院を大きくする一方で、指揮校愛人として完全に支配下に置くんだ。うわぁ、仕事のパートナーなのに支配しちゃうの？なんだかドロドロしてそうね。それだけじゃないんだ。なんと彼は、典子の弟子である3人の女性たちをも次々と毒牙にかけるんだ。しかもそのキャストがすごくて、若尾文子、中村玉緒、加納純子という、当時の大英を代表するスター女優たちが勢揃いしているんだぜ。そんな大女優さんたちを全員手玉に取っちゃうの？いくらなんでもやりすぎじゃない？
そこが銀四郎の恐ろしいところだ。彼女たちに文校の校長にしてやるとか、地位や名誉をちらつかせて、巧みに操っていくんだ。その手口は冷酷そのものなんだけど、その悪辣さが逆にキザで野心的な男として、女性客だけでなく男性客からも熱烈に支持されたんだぜ。悪い男なのに人気が出るなんて、タミヤさんにしかできない魅力があったんでしょうね。でも、そんなことしてただで済むわけないわよね。その通りだ。最後は銀四郎に全てを奪われた四季子が、絶望して自殺してしまうんだ。その霊安室の前で、銀四郎が見せる虚無的な表情が強烈な印象を残すんだぜ。単なる悪人では終わらない、タミヤ次郎特有の悲しい影が、この頃からすでに完成されていたことがわかる名シーンだな。第8位、映画「夜のハイトー」1963年。第8位は1963年の映画、夜のハイトーだ。タミヤ次郎の悪の魅力、いわゆるピカレスクロマンが炸裂した傑作として、ファンにはたまらない一本だぜ。夜のハイトーってタイトルからして、なんだか大人の危険な香りがプンプンするわね。どんな役柄なの？主人公の伊吹良吉は、安月給のサラリーマン生活に見切りをつけて退社し、トラブルコンサルタントという怪しげな事務所を開くんだ。そして、あろうことか古巣の大手繊維メーカー、世界レイヨン相手に、とんでもないゆすりをかけるんだぜ。元いた会社をゆするの？一体どんな手を使えば、個人が大企業を脅せるっていうのよ？これが痛快な頭脳プレイなんだ。会社が社運をかけて開発した新素材、ポリレンの商標登録がまだされていないという法の盲点をついて、なんと自分名義で先に登録しちまうんだ。そして、発売直前の会社側に商標権が欲しければ金を払えと迫るんだぜ。うわぁ、早い者勝ちってこと？法律を逆手にとって大企業を追い詰めるなんて、頭が切れるけどやってることがずるいわね。要求額はなんと3000万円、今の価値なら数億円だ。だが、タミヤ演じる伊吹の凄みは金だけじゃない。交渉相手である悪徳常務の石神に対し、彼の愛人が女将をしている料亭で一緒に風呂に入らせろと要求するんだ。お金だけじゃなくて、常務の愛人と混浴まで要求したの？いくらなんでも不敵すぎるわよ。そう、権力者を目の前で嘲笑うかのようなその態度は、まさに夜の配当を受け取るにふさわしい悪党ぶりだ。単なる犯罪者ではなく、権力に媚びないニヒルな男としてのタミヤ次郎の魅力が、このシーンに凝縮されているんだぜ。第7位、ドラマ高原へいらっしゃい1976年。第7位は、1976年に TBS で放送されたドラマ、高原へいらっしゃいだ。脚本は山田太一が手掛けた、ホテル再建を描いた感動の人間ドラマだぜ。高原へいらっしゃいなんて、爽やかで素敵なタイトルね。でもタミヤさんが主演ってことは、やっぱりクールな役なの？ああ、タミヤ演じる主人公の重川誠二は、かつては一流ホテルの敏腕マネージャーだった男だ。でも、ある挫折がきっかけでお酒に溺れる日々を送っていたんだ。そんな彼が、八ヶ岳にある経営難のホテルの再建を任されて、人生の再起をかけることになるんだぜ。お酒で失敗した人が、もう一度頑張るお話なんだ。でも、一人でホテルを建て直すなんて大変そう。そこがこのドラマの面白いところだ。重川は予算がない中で、東京で訳ありの素人たちをスカウトしてくるんだ。調理師見習いやチンピラ崩れといった右往の衆を、厳しい指導でプロのホテルマンに育て上げていくんだぜ。素人集団をプロにするなんて、相当なリーダーシップがないと無理だよ。やっぱりタミヤさんは完璧超人って感じだったの？いや、実はそうじゃないんだ。このドラマのタミヤ次郎は、ただかっこいいだけじゃない弱さも見せるんだ。特に印象的なのが、資金調達に失敗して絶望し、禁酒を破って泥酔して帰ってくるシーンだ。リーダーが酔っ払って帰ってきたら、みんな幻滅しちゃうじゃない。そう、スタッフたちは愛想を尽かしてやめようとする。その時だ。普段は文句ばかり言っていた経理担当の大貫、演じる前田銀が、泣きながら彼らを叱咤して引き止めるんだ。あの大貫さんが、なんて言って止めたの？
ここがドラマ史に残る名台詞だぜ。君たちはね、いつだって損得だけで生きているんだよ。そういう生き方はな、最低なんだぞ。たとえどんなに損をしたって、一つのことをやり遂げなくっちゃダメなんだよ、ってな。うわぁ。胸に刺さる言葉だね。損得じゃなくて、一つのことをやり遂げる。それが大事だってことか。このセリフは、挫折した重川だけでなく、視聴者の心も震わせたんだ。完璧に見える民谷次郎が演じるからこそ、その苦悩や再起する姿がリアルに響いた、昭和の男たちが涙した傑作だぜ。第6位。映画、不毛地帯、1976年。第6位は1976年公開の超大作映画、不毛地帯だ。この作品での民谷次郎は主役ではないんだが、主演の名優中台達也を食うほどの強烈なインパクトを残したライバル役として、今も語り継がれているんだぜ。民谷さんが主役じゃないの？でもタイトルは聞いたことあるわ。確かすごく重厚な社会派ドラマよね。ああ、山崎豊子のベストセラー小説が原作だ。シベリア抑留から帰還した元大本営参謀生忠氏が、商社マンとして第二の人生を歩む物語なんだが、民谷が演じたのはライバルである東京商事の航空機部長、鮫島達三だ。ライバル役か。いつものクールでスマートな民谷さんとは違う感じなの？そこが最大の見どころだぜ。いつもの涼しい顔はどこへやら、この鮫島役では髪を振り乱し、わざと油ぎったメイクをしてギラギラとした欲望をむき出しにしているんだ。静かでストイックな中台達也とは対照的に、画面からはみ出しそうなほどの銅の演技を見せているんだぜ。油ぎった民谷さんなんて想像つかない。具体的にどんなことをするの？例えば、次期主力戦闘機の選定をめぐって、防衛庁の官房長である貝塚を料亭で接待するシーンだ。彼は札束や女性だけでなく、あらゆるコネを使ってライバルの息を追い落とそうとする。なりふり構わぬ猛烈な商社マンぶりは、見ていて圧倒されるぜ。うわぁ、勝つためなら何でもやるのね。泥臭い役柄だけど、やっぱりかっこいいのかしら。もちろんだ。ただ泥臭いだけじゃないぜ。海外メーカーであるグラント社との交渉シーンでは、非常に流暢な英語を披露しているんだ。野心家であると同時に、極めて有能なビジネスマンとしての知性もしっかり表現している。この知性と野生のギャップこそが、鮫島達三という男の魅力なんだぜ。英語もペラペラなんて素敵。静かな中台さんと、情熱的な民谷さんの対決、すごく見たくなっちゃった。第5位。映画、不審の時と大英解雇事件、1968年。第5位は1968年の映画、不審の時だ。だが、ここで語るべきは作品の中身以上に、民谷次郎の人生を大きく狂わせることになった大英解雇事件の壮絶な真相だぜ。解雇事件、看板スターだった民谷さんが、どうしてクビになっちゃったの？事の発端は映画の宣伝ポスターだ。彼は130シーン中94シーンに出演する紛れもない主役だったのに、その名前が4番手という低い序列にされていたんだ。主役なのに4番手？それって誰の下になってたの？トップの若尾文子はともかく、後輩である加賀まりこや、他社から参加していた岡田まりこよりも下だったんだ。大英現代劇のトップスターを自負していた彼にとって、これは許しがたい屈辱だったんだぜ。それはプライドが傷つくわね。当然、抗議したんでしょ？ああ。だが撮影所長には、私の首にかけてもこの序列は変えないと断られ、副社長にも役者ごときがと一蹴された。そこで彼は、フィクサーとも呼ばれた永田正一社長に対抗するため、なんと右翼の好み氏と死を伴って直談判に乗り込んだんだ。右翼の人と一緒に社長に直談判。すごい度胸だわ。それで社長はなんて言ったの？意外にも社長は主役のお前がトップなのは当たり前だと一度は認めたんだ。だが、民谷はそこで引かなかった。所長の首をかけるという発言を盾に、所長が辞めないなら私が辞めるしかないと、人事責任まで追及してしまったんだ。うわぁ、社長相手にそこまで言っちゃったの？それが逆鱗に触れたんだ。社長は思い上がるのもいい加減にしろ。
お前は自分を横綱大関クラスだと思っているだろうが、まだ三役クラスだ。人事に口を出すなと激怒したんだぜ。三役クラス、社長から見れば、まだそこまでの器じゃないってことね。結果的に、すり直されたポスターではタミヤがトップになった。だが、その代償として彼は解雇され、さらに社長は5社協定を使って、他社の映画やテレビにも彼を使わないよう通達したんだ。ポスターは治ったけど、仕事そのものを失っちゃったのね。あまりにも大きな代償だわ。マスコミからは、タミヤの人生の歯車が狂い始めたきっかけとも言われている事件だ。彼の完璧主義と潔癖すぎる性格が、最悪の形で裏目に出てしまった悲劇なんだぜ。第4位、映画、悪名、シリーズ、1961年から。第4位は、1961年から始まった映画、悪名シリーズだ。これは勝新太郎とタミヤ二郎という、当時の大英を支える2枚看板がタッグを組んだ、痛快な人気映画の傑作だぜ。勝新太郎さんとタミヤ二郎さん、すごい豪華なコンビね。でも、悪名ってタイトル、ヤクザ映画みたいでちょっと怖そうだけど、ジャンルは人気者だが、中身は全然湿っぽくないぜ。勝新演じる河内の暴れん坊八尾の朝吉と、タミヤ演じる弟分モートルの貞が、弱気を助け強気をくじく物語で、二人の掛け合いが最高に面白いんだ。タミヤさんが弟分なんだ。モートルの貞って変わったあだ名ね。どういう意味なの？モーターのようにすぐに回転する。つまり頭の回転が速くて、喧嘩っ早いってことだな。短く刈り込んだ髪型に派手なシャツを着て、お調子者で女好き。さっきまでのクールな役とは正反対の、愛すべきキャラクターなんだぜ。お調子者のタミヤさんなんて新鮮。勝新太郎さんとの相性はどうだったの？バッチリだぜ。武骨で昔堅気の朝吉と、ドライで現代的な貞。対照的な二人が大阪弁でポンポン言い合う姿は、まるで漫才みたいで観客を爆笑させたんだ。その人気ぶりを示す伝説的なエピソードがあるんだぜ。伝説的なエピソード？何があったの？実はシリーズ2作目の続悪名で、貞は死んでしまうんだ。でも、観客から、貞を殺すな、生き返らせろっていう除名嘆願の当初が映画会社に殺到したんだよ。死んだのに生き返らせろって、むちゃくちゃね、笑い。でも、それだけ愛されてたってことか。そうなんだ。結局、その熱意に負けて、3作目の新悪名では、貞の弟政治という設定でタミヤを復帰させたんだ。タミヤ二郎がいなきゃ悪名じゃない、とまで言わしめた。彼のコメディセンスとスター性が爆発したシリーズだぜ。第3位、クイズ番組、クイズタイムショック、1969年から1978年。第3位は、意外に思うかもしれないが映画でもドラマでもない。1969年から始まった伝説の番組、クイズタイムショックだ。タミヤ二郎は初代司会者を9年間にわたり務め、この番組を国民的な人気へと導いたんだぜ。あ、それ知ってる。高いところにある椅子がぐるぐる回るやつでしょ？タミヤさんが司会をしてたのね。そうだ。さっき話した5社協定で映画界を追放され、失意の中にあった彼が、新天地であるテレビ界で見出した輝ける場所がここだったんだ。知的でクール、そして滑舌の良い彼だからこそ務まった現代のインテリジェンスを象徴する番組だぜ。映画に出られなくなっても、別の場所で才能を発揮したのね。どんな司会ぶりだったの？特に有名なのが、ストップウォッチを片手に持ち、カメラを指さして語るオープニングの向上だ。現代は時間との戦いです。さあ、あなたの心臓に挑戦します。タイムイズマネー、1分間で100万円のチャンスですというフレーズは、当時の視聴者の記憶に強烈に焼き付いているぜ。かっこいい。単なるクイズの司会者というより、ドラマの主人公みたいね。1分間で100万円っていうのも夢があるわ。全問正解なら100万円。逆に3問以下なら椅子が回転しながら落下するというスリリングな演出も受けて、最高視聴率はなんと29% を記録したんだ。だが、物語は悲しい結末を迎える。どうなったの？ 1978年9月、
彼は体調不良などを理由に番組を降板するんだが、そのわずか3ヶ月後の12月に、自ら命を絶ってしまうんだ。だからこの番組は、お茶の間のみんなが彼の元気な姿を毎週見ていた、最後の温かい記憶としても残っているんだぜ。第2位、映画、白い巨塔、1966年。第2位は、1966年の映画、白い巨塔だ。タミヤ二郎といえばこの作品だが、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは遺作となったテレビドラマ版の方かもしれない。だが、この映画版こそが、彼の財前五郎伝説の始まりなんだぜ。ドラマ版と違うの？同じ財前教授役よね？役は同じだが、描かれているエネルギーの種類がまるで違う。後のドラマ版が死と向き合う悲劇だとしたら、当時31歳だった彼が演じるこの映画版は、野心と欲望がたぎる上昇の物語なんだ。31歳。若い時のタミヤさんが演じてるんだ。相当ギラギラしてそうね。ああ、実はタミヤは、原作小説を読んで、これは自分のための役だと直感し、映画化権を持っていた大英に猛烈に売り込んだんだ。まさに、彼の役者人生をかけた執念が生んだ作品なんだぜ。自分から売り込むなんて、よっぽど演じたかったのね。その情熱が画面に出てるのかな？その通りだ。天才的な手術の腕を持ちながら、教授の座をつかむために岐阜の財力や政治力を使いまくる。なりふり構わぬ工作で票を集める姿は、悪役なのに魅力的で、見る者を圧倒するんだぜ。悪いことをしてるのに引きつけられちゃうなんて、不思議な魅力ね。この映画は単なる娯楽作にとどまらず、その年のキネマ旬報ベスト10で第1位に輝くなど、日本映画史に残る傑作として極めて評価が高い。教授戦に勝利し栄光をつかむまでの、若きタミヤ二郎の脂の乗り切った野心が堪能できる、社会派エンターテインメントの最高峰だぜ。第1位、ドラマ、白い巨塔、1978年。栄えある第1位は、やはりこれしかない。1978年のドラマ、白い巨塔だ。これはもう、単なるドラマの枠を超えている。タミヤ二郎という一人の俳優が、その命と引き換えに完成させた、日本のテレビ史に永遠に残る伝説なんだぜ。命と引き換えに、それって、比喩じゃなくて本当のことなの？ああ、紛れもない事実だ。撮影自体は終了していたが、最終回の放送を年明けに控えた1978年12月28日、彼は猟銃自殺で自ら命を絶ってしまったんだ。そんな、みんなが結末を楽しみにしている最終回を待たずに行ってしまったの？その理由は本人にしかわからないが、彼はこの役に全てを捧げていた。癌で死に行く財前五郎を演じるため、食事を一切絶って極限まで体重を落として撮影に挑んだんだ。頬がこけ、目がギラついたその姿は、演技を超えた危機迫るリアリティとして、見ているこっちが震え上がるほどだったんだぜ。役作りでそこまでするなんて、役と現実の境目がなくなっちゃったのかな。見ていた人たちもショックだったでしょうね。訃報の直後に放送された最終回は、視聴率 31.4% を記録した。日本中の人々が、画面の中での財前五郎の死を通して、タミヤ二郎という希代のスターを涙ながらに見送ったんだ。ドラマの死と現実の死が完全にリンクしてしまった瞬間だぜ。悲しすぎるわ。最後のシーンは、一体どんなものだったの？胃がんに侵され、裁判にも負けた財前が、死の床で残した遺書が読み上げられるシーンだ。自らの癌を解剖し、医学の発展に役立ててほしいと記されていた。死してもなお第一級の医学者であろうとするその執念は、最後まで完璧なスターであろうとしたタミヤ二郎の壮絶な生き様そのものだった。彼はこの作品で、永遠の存在になったんだぜ。総評またはまとめ。タミヤ二郎さんの人生、華やかだけどあまりにも壮絶だったわね。でも、こうして振り返ると、作品の中では今でも彼が生き続けているのがわかるわ。ああ、完璧を求めすぎたがゆえの悲劇だったかもしれないが、彼が残した白い巨塔や悪名といった傑作は、色褪せるどころか凄みを増しているよな。太く短く、昭和という時代を全力で駆け抜けた、
まさに伝説の銀幕スターだぜ。本当にそうね。みんなの心に残っているタミヤさんの作品や、当時の思い出があったら、ぜひコメント欄で教えてほしいな。タイムショックを見ていたなんて声も待ってるぜ。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録も忘れずに頼むな。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。